街にあふれるなんだこれは。今回は街にあふれる何これを集めてみた。あなたもきっと行きたくなる。JR 武蔵野線でやってきた北朝霞駅。東武東上線朝霞台駅と隣接し、実質同一駅だ。この北朝霞、字面があまりにも北朝鮮に似ているからか、近隣住民の間では朝霞台の名の方で通っているようだ。まず駅前から、何これ、人参のモニュメント。周辺がかつて人参畑だったことにちなんでいる。気にしてみると、周辺のビルも人参カラーが採用されている。朝霞台駅南口の駅前時計が、なんだこれ、排気ダクトみたい。建物好きにはビルの排気ダクト愛好家なんて人たちもいるらしいから、これ喜ぶかな。お、モダンなビル。70年代あたりのものだろうか。続いて駅東側へ向かってみる。こちら側は黒目川に向かって高低差がある。こちら黒目川に架かる浜崎黒目橋。特徴的なリングが橋の上に浮かんでいる。ちょっと宇宙的なスピリチュアルな雰囲気。なんだこれは、な橋である。橋の先には斎場と教会、つまり神と仏の世界だ。となると、この橋の形状も意味ありげだ。不思議なものがたくさん見つかる北朝霞駅の周辺、まだまだ続きます。黒目川沿いは朝霞市の桜の名所であり、
毎年3月下旬に黒目川花祭りが開催される。皆さんお誘い合わせの上で、私別に朝霞市の観光大使でも何でもないんですが、浜崎三丁目交差点のところからお堂が見える。東薬師堂だ。1692年創建。六地蔵と石仏群が安置されている。武蔵野線の高架。高架下のこういう眺めにまで反応してしまうのは私だけではないはずだ。北朝霞駅および朝霞台駅の北側には東京都水道局朝霞浄水場がある。東京都水道局で一番の施設能力を持つという日本有数の大規模浄水場である。そろそろメインの何これを目指そう。宮戸橋通りを進んでいく。メインは思わず皆さんもなんだこれはと言ってしまうはずだ。しばらく歩くと宮戸4丁目あたりからどんどんと道が下っていくのがわかる。これがメインの何これのポイントとなってくる。いわば伏線なのである。宮戸神社を過ぎたら新河岸川の手前を右折。こちらが新河岸川。向こうには鉄塔と工場が見える。さらに浄水場の施設の横を歩いていくと、右側の崖地に見えてきたのが今回のメインだ。すごいビジュアル。こちらは武蔵野台地北部河岸段丘。川の流れが削って作った河岸段丘。その段差のある土地に建てられているため、正面から見ると2階建てに見え、川の方から見るとガクンと土地が低くなっているのだ。その河岸段丘建築がコンクリートの土台の上にずらりと並んでいる、なんだこれはな景観である。土台に見える部分は地下階になっていて、地下1階部分はベランダがあり、地下2階まで作ったお宅はベランダの下にまた窓があるようだ。いいなあ。ちょっと住んでみたい。新河岸川がこの河岸段丘を作ったのかと思ったが、どうやら地質解析によれば古代の多摩川が作ったものだと見られている。
段丘の上へ上がってみる。こちらが先ほどの段丘建築の正面。ご覧の通り、至って普通の住宅に見える。少し離れてみたのがこちら。そしてここからだと新河岸川と向こうの荒川の方まで見渡せる。それよりも気になるのが不法投棄禁止の看板。柵のところにやけにしつこく注意書きがあると思ったら、実際にゴミだらけになっているではないか。そういえば川の方からも見えてたな。工事用の資材が置かれているようにも見えるが、不法投棄されたものだとしたら、これはひどい。最後はいつも通り神社に寄ってから帰ろう。宮戸神社。河岸段丘の地形ならではの石段。創建年数は不明。熊野信仰の広まりとともに創建されたものと推測されている。ただの乗り換え駅だと思っていた北朝霞に、こんな奇妙で面白い景色が隠れていた。当たり前の日常も角度を変えてみると、まるで現代アートのような、なんだこれはに溢れている。あなたの街にもきっとまだ気づいていない不思議が眠っている。冒険は続く。